人パパ。皆さんこんにちは、二人パパのみっつんです。今日はご要望の多かったルームツアーの開催です。カメラマンはリカパパです。ということで今日はルームツアーなんですが、前回のお掃除動画撮った直後に撮ったので、同じ服、そして手ぬぐいかぶってます。そして、ここ最近ね、動画への温かいコメントたくさんいただいております。本当にありがとうございます。お返事が追いつかず申し訳ないのですが、もう毎朝全部読ませていただいてます。今日もぜひ最後までね、この動画楽しんでいただいて、いろんな感想を聞かせていただければと思います。それでは行きましょう。OK、ということで、まず最初は玄関。玄関入って、なんかすごいタイルになってて玄関だけ広いみたいな感じで、しかもなんか玄関入ってすぐのところにバスルームのドアがあります。すごい変な作り。ここがジャケットとかかけたり、下は靴を置く靴箱というか靴の棚になってます。で、これ息子くんの遊び道具とかが、ここ広いから結構そういう外のものとかも置いておけるので、便利かななんて思いますけど。でも、この時期すごいやっぱ泥を持ってくるので、息子くんが。なのでもうこのほうきは欠かせません。本当はこういうところに置いとくの嫌なんだけど、これぐらいもうずっと置いとかないといつも使うから、もう間に合わないって感じです。で、これベンチがあって、収納があって、ここ座るところがないとなかなかね、ブーツとか靴ひもできないので。それは何ですか？これ袋の後ろ？袋の後ろ、これそう。なんかさ、これついてたんだよね。ついてた。ここ引っ越してきた時から。ブランドフィルって言って、火事になった時に火を消す用の布？毛布みたいなやつで、多分ここを引っ張って、ここにずっとかけっぱなしの状態で、これをギュッと引っ張ると、もうその布が出てくるようになってて、で、それをその燃えたところとかにバーッとかけるんだけど、ちょっとこっち来て。人が燃えてんの。ちょっと怖いよね。でもなんかよくどうしてもこういうところに、なんかいろんなものかけちゃうよね。ということで次はバスルームです。トイレとシャワーが一緒になってて、うちはバスタブがないんですけど、こんな感じ。結構ごめん。汚いかも。でシャワーのエリアと、シャワーカーテンと、トイレ。うち一応洗濯機もちっちゃいやつがあります。一応、トゥベツトゥーガって言って、共用の洗濯場が下にあるんだけど、大きいやつが。でもなんか、たまに、なんていうのかな、ちっちゃくて早く汚れを落としたいものとかは、これ使って洗ったりしてます。で、あとは、この棚と、多分このカゴは、これは、IKEA だね。全部 IKEA だ。なんか、ちょっとごちゃごちゃしてるので、箱とかに入れてます。掃除し忘れたっていうね、ここだけ。それは何ですか？これね。これは、息子くんのおトイレ用です。これも IKEA だね。なので、ここに息子くん用の踏み台があって、手洗うときはここだし、おしっこうんちするときは、こっちにやって、息子くんが座ります。フロアヒーティングが入ってるから、すごいよく乾きやすくて、なんか助かるっていうか、タイマーとかで、だいたいいつもよくシャワー浴びる時間帯とかに合わせて、あったかくしたりとか、してる感じかな。OK。じゃあ次。二人パパ。じゃあ次キッチンどうぞ。入った時にさ、オープンプランなんだけど、広くは感じるんだけど、面白いのが、ここにどでかい柱みたいなのがあるでしょ？で、これが、冷蔵庫なんだよね。だから、入ってこっち側がキッチンです。こんな感じ。で、これは IKEA の箱で、引き出しで、その上に電子レンジとブレンダー。ブレンダーはよくスムージー作ったりしてます。これ、両方ともロンドンで買ったやつね。そうね。これすっごい覚えてる。ロンドンに着いて、まだ2日目ぐらいに、家とかも何も決まってないのに、デパートみたいなとこ行って、実演販売やってたんだよね。そしたら、リカが、これ欲しいってなって、家も何も決まってないのに、もっと必要なものはたくさんあるのに、これを一番最初に買ったっていう、曰く付きのブレンダーです。でも、買ってよかったよね、これはね。そうね。すっごいよく使う。スムーディーは大好き。そうだね。です。ちょっとここが、ちょっとお掃除コーナーで、なんかダイソンの掃除機と、ルンバと、あとこのモップがあります。前回の多分お掃除動画で見えたかもしれないけど、最初にこの
モップやって、で、そのモップについた汚れはダイソンで掃除したりとかして、集めてきたゴミもダイソンで掃除する感じ。だけどなんか、よく仕事とか行って家に誰もいない状態になったりすると、ルンバが活躍したりします。キッチンはこんな感じ。で、僕は基本的には、このキッチンのボードの上にも何にもない状態っていうのが理想。もちろん、なんかそんなこと言ってらんなくて、なんか汚れたものが出ちゃう時もあるんだけど、もう本当にこの包丁だけ、包丁も本当はここの壁にマグネットつけて、こうやりたいぐらいなんだけど、本当に何もない状態にするのが理想です。で、このキッチンの、まあいわゆる日本だとコンロっていうのが、電気のやつなんだけど、グラストップなのね。一瞬良さそうに見えるんだけど、こいつがさ、すっごい癖者でさ、反応が悪いのね。で、これ、電源を入れて、これをこうやってピッてやるとつくんだけど、これをつくまでに10秒ぐらいまずかかるの。で、例えば強火にして後で弱火にしようかなってピッ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 ってやって、やると、そのその切り替えるまでに10秒ぐらいかかるのね。そうね。ほら、今。だから、今弱火にしたいっていう間に、焦げちゃう。だから、そういう時はピピピって下げて、パッて上げて、ピーってなったら、下ろすみたいな。もうガスコンロ欲しいって。リカのさ、お母さんの家はさ、IH なんだよね。IH だとマグネットでやるからすごい反応が早いんだけど、これは IH じゃないから、スパでも洗い物があって、まあ、引き出しとか。で、あとは食器洗浄機があって、で、ここに、これも IKEA で買ったやつなんだけど、なんか、わざとこれは低くしたのね。この上に物を置くと、なんか高くなると圧迫感があるから、ここより低めの台を買って、そこに置いてる。そうすると、自分たち身長高くないから、すごい使いやすいって感じ。電気ケトと、トースターと、炊飯器。炊飯器はこれ日本で買ったやつ。もう、10年近くロンドンに引っ越す時に、新宿のビッグカメラで買って、海外用のやつで、未だにずっと使ってる 5.55 だけのやつ。で、ここがその隣のダイニングエリア。これ今さ、あんまり合ってないんだよね、このライトが。本当は、ここにこうやって、ついてたんだけど、なんかこっちの方が広く見えるよねっていう感じで、最近はこれにしてます。だからこの照明をちょっと変えようかなと思ってんだけど、場所。よく頭打つよね、これ。ね。で、この絵は、僕と息子くんが一緒に前描いたやつです。こんな感じ。で、これがなんかワゴンで、うちさ、食料庫がないから、スウェーデンの大きい、普通の一軒家とかに住んでる人だと、こう、一つこう、食料を置く棚、食料棚がちゃんとあるんだけど、ないから、やっぱこういう感じでやってます。本当はね、こうやってごちゃごちゃしちゃうから嫌なんだけど、こういう見せるタイプの収納は。まあでもこれだと結構こうやって動かせるフレキシブルになるかなと思って使ってます。パスタが多いですね。そう、パスタ多いね。なんか、パスタはよく食べますか？パスタはよく食べます。やっぱさ、息子くんにさ、何食べるって聞くと大体パスタってなるじゃん。で、しかもなんか飽きるからさ、同じやつばっかりだと。だから、なんか、常備してるね。で、結構使うしね。あと、ここら辺は、ミュースリーとか、シリアルみたいなやつ。グレットって言って、こう、大粒麦のお粥を作る、その材料とかが入ってます。七味とか一味。調味料ね。七味とか、胡椒とか、あとハーブ塩。で、うちは、リカも、僕も辛いものが好きなので、タバスコとか七味とかチリ系が多いです。調味料ね、向こうにも棚があるけど。それは何ですか？どれ？これね、これさ、リカのさ、おじいちゃんが作ったやつでしょ？これすごい可愛いんだよね。すごくない？手作りって。で、これパッて開けると、中にクネックブレッドって言って硬いパンがあります。これによくチーズとか、バター塗ってチーズ塗って、チーズ乗せて、ハムとか乗せて食べたりします。これは、リカのおじいちゃんがリカに作ってくれたんでしょ？そうね。リカのために。すごい木のいい匂いが。これ何の木？松の木。もしかして、白樺。で、これはお米入ってます。うちの米びつです。すごい、うち米食が多いので、米が多いです。で、ここ冷蔵庫。で、こっちが全部冷蔵庫で、こっちが全部冷凍庫。できれば、これあんまりいろいろ物を貼りたくないんだけど、まあどうしてもこうなっちゃうよね。しかも最近息子くんのアートワークがさ、多いから、なんかすごいそれを貼っちゃうね。さあ、ということで、この冷蔵庫を中心に、うちの間取りは決まってるんですけど、こっち側が、リビングルームっていうの。ソファーがあって、こう、座椅子があって、なんかこれはなんか、こっちに持ってきたりとか、
するけど、なんか広く見せたいから結構ここに置いちゃったりするから、そうするとどっちでも届くから。で最近は、なんかプラントが増えたね。この絵も、僕と息子くんが2人で一緒に描いたやつ。真ん中は息子くんが多分ほとんどやったやつかな。サイドは、あっちもそうだけど、サイドは僕がなんか適当にやって、真ん中は息子くんがやって、で息子くん曰くこれが、こっちのスウェーデンのおじいちゃんとおばあちゃんで、のお家なんだって。で、これが僕、ミツパパとリカパパ。で、真ん中にちっちゃいのが、いるのが息子くんらしいです。いろいろなんか思いがあって書いたらしい。これがうちのテレビで、これはリカパパがどうしてもこれがいいって言って、これさ、一回さ、テレビを買おうって言って、壁に取り付けられるやつにしようって言って買いに行ったのね。で、これじゃないやつを買って持ってきたんだけど、買った後に、リカパパが、やっぱりあれがいいって言って、このテレビにしました。サムスンのフレーム TV っていうやつで、テレビを見ないときはこういうアートワークを、絵とか写真とかをこうやって飾ってるような感じにできる。テレビのある家が嫌なんだよね、リカ。そうね。あんまり綺麗じゃない。エレクトロニクスは隠したい。あ、そうね。こうやって選べるんだよね、いろいろね。いいね、これ。でもここが青だからさ、青系のやつがいいよね。これ結構好き、これ。これ多分、あれだよね。テートブリテンっていうイギリス・ロンドンにある美術館のコレクションのシリーズで。実はこれ多分スペインにある。嘘？コピーはイギリスにありますけど、テートブリテンがボローしたかもしれない。あ、そうなんだ。でも俺この前ロンドン行った時にこれ見たよ。じゃあボローしてたかもしれない。まあこの冷蔵庫の後ろにあるのがキャンドルホルダーで、これさ、結構数年前だよね。たまたまコペンハーゲンの空港で乗り換えで、こうリカと二人で、デューティーフリーのショッピングエリアを歩いてたら、そのインテリア系のこのお店があって、なんか別にキャンドルホルダーを探してたわけではないんだけど、このキャンドルホルダーがかかってるのを見た瞬間に、僕とリカ二人で、これ欲しいって言って、結構即買いだったよね、これはね。だから今は結構白夜になりかけてて、あんまり暗くならないから使ってないけど、冬とかはね、よくこれ使ったりしてます。すごい、とても可愛い感じです。コペンハーゲンじゃなくて、ストックホルムで買った。あ、ほんとストックホルムだった？ストックホルムです。じゃあストックホルムね。あ、ごめん、ストックホルムだったって。あと、じゃあ次、息子くんの部屋。何？コムヌって言われたよ。来てって言われたけど、ハローって言う？ハロー何してんの？ちょっとあなたの部屋見せて。そこ何？そこは、テレビ見てる。今、テレビ見てる？テレビ見てるのね。これ、イケアのベッドだよね、2段の。すごい。あ、赤ちゃん。はい。ね、赤ちゃん落ちたよ。いや、滑り台じゃないよ。赤ちゃんすごい下で痛いしてるよ。へへじゃないよ。そうね。ね、いつもさ、君どこで寝てるの？あそこの下で寝てんのね。あそこに寝てるのは誰？まあ本当は、タツの落とし子だけどね。Vad finns där uppe för någonting? 2階。2階。2階だね。上ちょっと見せて、上のお部屋。今日綺麗にしたばっかなのね。2階の部屋は、ベイビスの部屋。あ、そうなの？赤ちゃんの部屋になったの？ベイビスは、ねえ、だからさ、ねえ、ベイビーかわいそうだからやめて、それ。ベイビスは、ありだよ。ベイビーのベッドあるじゃん。ベイビーのベッドどれ？おいでよ。はい。おいでよって。どれがベイビーのベッド？これ。あ、それがベイビーのベッドね。いいじゃん、いいじゃん。これさ、下ろしてみようか。お家になるんだよね。僕は足にする。あー、お家になった。あとさ、それ、キッチンも見せてあげて。この手、なんか可愛くない？まあ、ということで、この息子くんはお料理ごっこも好きなので、こう、IKEA の子供用キッチンセットと、この左の方に見える
テーブルセットを使って遊んでます。そこの中にっていうか蜂蜜入ってるの。さっき片付けたばっかのはずなのになんかもう物が溢れてるわ。あとここはお洋服とおもちゃが入ってる。あとこう棚があって、じゃあ最後はパパたちのベッドルームで一緒に来る？じゃあ。そう、この絵、紹介するの忘れてたね。この絵は僕らが結婚した時に2011年に、イラストレーターの友達がいて、お祝いに2人の絵を描いてくれました。なのでずっとロンドンにいる時も飾ってたし、こっちに来てからも飾ってます。次は、ベッドルームです。落ち着いて。何？一回止めようか。ということで、これが僕らのベッドルームです。っていうかさ、掃除したばっかのはずなんだけどさ、この手前のところさ、めっちゃめくれてるね。布団カバー。ベッドは、これ10年以上使ってるよね。東京で、リカパパと僕が住んでる時から使ってて、これリカパパが多分ね、新宿の大塚家具で買ったんだけど、畳ベッドなの、これ。この上に、日本の敷布団を敷いて、それもずっと使ってるから、本当はさ、打ち直しとかしたいんだけど、ぺったんこなんだけど、まあでもたまに干したりして使ってます。サイズ何？セミダブル？ダブルでした。後で調べました。で、まあ本棚があって、まあごちゃごちゃしてて、この絵はさ、リカパパ説明した方がいいんじゃない？ニューヨーク、アップステイト？ニューヨークステイトで、エリア覚えてない？なんだっけ？でも、ギャラリーで見つけて、鳥の絵が好きだから気になって。その時2人僕らロンドンに住んでたけど、たまたまニューヨークに出張かなんかで行って、メールかなんかがあって、この絵欲しいんだけど買ってもいいかな？まあいいんじゃない？って届いた時にはすごい良くて、ロンドンにいる時も飾ってたし、ね、こっちまで持ってきて、ベッドルームに飾ってます。で、こっち側が洋服入れるクローゼット。あとここがちょっとごちゃごちゃしてるけど、デスク。モニターとノートブック型のパソコンをつなげたりとかしてやってます。で、外。これたまにさ、インスタとかでもよく出してるけど、目の前がちょうど湖なので、運がいいと冬とかにこのベッドルームからでも、オーロラ見えたりします。まあ、めったにないけどね。目の前に街灯とかがあるから、ちょっとなかなかオーロラが見えにくいってことはあるけどね。ちなみに、大事なこと忘れてた。なんでこの畳ベッドがリカパパ大好きか。ここに収納があるからです。こういうの大好きだよね、リカね。そうね。まああとは、二人とももともと腰痛持ちだったっていうのもあって、固めのベッドが好きなんです。パッパーって呼ばれてる。何？ちょっと待って。バルコニーがあります。結構広くて、南側なのでこっちがちょうど、すごい、いい感じです。さっきの湖とちょうど真反対側がこっちになるんだけど、そうそう、ちょうどほんと森が、丘があって、森と湖にちょうど挟まれたなんか狭い土地に立ってます。今日の気温は4度です。家の中はでもね、暖かいから20度ぐらいあって、半袖、短パンとかでも全然大丈夫な感じです。ということで、今日の動画はここまでです。まあ、こんな感じのところに住んでます。多分、このカメラで撮るとちょっと広く見えるんだけど、2LDK で60平米。そんな感じで暮らしてます。どう？好き？ここ。好きです。まあ、なんとか、狭いながらも楽しい我が家で暮らしてます。ということで、初めてのルームツアーいかがだったでしょうか。ちょっとあまり慣れてなくて、上手に紹介できなかった部分もあったかもしれません。もし何かね、ここもうちょっと詳しく知りたいとかいうことがあれば、下のコメント欄にね、書いて、言っていただければと思います。アリカ出てきた。ヘドー。